このビデオでは、わかりやすいスピーチとわかりにくいスピーチの違いについてお話しします。わかりやすいスピーチとはどんなスピーチでしょうか？それは大切な言葉がよくわかるスピーチです。それに対し、わかりにくいスピーチは大切な言葉がよくわからないスピーチです。例えば、昔のロボットのような話し方はわかりにくいですよね。このような話し方を日本語では棒読みと言います。では、ここで2つのスピーチを聞き比べてください。私が一番好きな料理はカレーです。カレーはインドで生まれましたが、日本をはじめたくさんの国で愛されています。今日は日本のカレーについてお話しします。私が一番好きな料理はカレーです。カレーはインドで生まれましたが、日本をはじめたくさんの国で愛されています。今日は日本のカレーについてお話しします。2つのスピーチを音声分析ソフトウェアプラートで分析しました。私が一番好きな料理はカレーです。カレーはインドで生まれましたが、日本をはじめたくさんの国で愛されています。今日は日本のカレーについてお話しします。私が一番好きな料理はカレーです。カレーはインドで生まれましたが、日本をはじめたくさんの国で愛されています。今日は日本のカレーについてお話しします。スピーチ1は単語のアクセントと母音、子音の発音は正しいですね。でも、どこでピッチが上がっているのかわかりません。また、ポーズがないので、どこからどこまでがフレーズかもわかりません。それに比べると、スピーチにはピッチが上がっているところがはっきりとわかります。また、ポーズがあるので、どこからどこまでがフレーズかわかります。音声分析をして分かったことがあります。それは、スピーチを分かりやすくするためには、2つのことをする必要があるということです。一つは、大切な言葉のピッチを上げることです。もう一つは、正しい位置にポーズを入れることです。では、まず、大切な言葉のピッチを上げることについて考えてみましょう。大切な言葉は、英語でフォーカスと言います。文の中の新しい情報、強調したい言葉、なくてはならない言葉、これらが大切な言葉です。次に、ポーズを入れることについて考えましょう。ポーズを入れるところは、句読点がついているところです。句読点とは、点や丸のことです。では、この文を使って練習しましょう。まず、大切な言葉を探してピッチを上げます。その前に、キーワードであるカレーという言葉について考えてみましょう。カレーはこのスピーチのトピックですから、キーワードです。このスクリプトには、カレーという言葉が3回出てきます。この3つとも大切な言葉でしょうか？1行目のカレーは、新しい情報ですから大切な言葉です。でも、2行目のカレーは、新しい情報ではありません。ですから、大切な言葉ではありません。では、
4行目のカレーはどうでしょうか？カレーという言葉は、もう1行目と2行目で使われています。でも、日本のカレーが使われるのは、ここが初めてです。ですから、カレーではなく、日本のカレーが大切な言葉になります。ポイントです。同じキーワードでも、大切な言葉であるかどうかは、コンテクストによって変わります。ですから、大切な言葉を選ぶときには、コンテクストに気をつけてください。それでは、大切な言葉を探して、ピッチを上げましょう。私が一番好きな料理は、カレーです。一番好きな料理は大切な言葉ですね。そして、一行目のカレーは、このスピーチで初めて出てきた言葉ですから、大切な言葉です。カレーはインドで生まれましたが、二行目のカレーはもう新しい言葉ではないので、大切な言葉ではありません。インドは新しい情報ですから大切な言葉です。日本をはじめ、たくさんの国で愛されています。日本とたくさんの国は新しい情報です。今日は日本のカレーについてお話しします。日本とカレーという言葉はもう出てきていますが、日本のカレーはここで初めて出てくるので、新しい情報です。次にポーズを入れるところを考えましょう。句読点のあるところにポーズを入れるのを忘れないようにしましょう。大切な言葉を強調するのは、どの言語も同じですが、強調するときの方法は言語によって違います。日本語では大切な言葉のピッチを上げます。英語では大切な言葉のピッチを上げるだけではなく、長く、そして強く言います。中国語などの成長言語では、ピッチを変えると意味が違ってしまうので、長く言ったり、強く言ったりします。英語は日本語と中国語の両方のやり方を合わせ持っています。一方、日本語と中国語を比べると、大切な言葉を強調する方法が大きく違っています。まとめです。わかりやすいスピーチをするためには、まず大切な言葉を探してください。新しい情報、強調したい言葉、なくてはならない言葉、これらが大切な言葉です。ここで注意してください。キーワードがいつも大切な言葉とは限りません。ですから、コンテクストをよく理解してください。次にすることは、大切な言葉のピッチを上げることです。最後に、句読点のところにポーズを入れてください。